昔、宇宙のどこかに高度な科学文明を築いた星があった。そうじゃ、昔のことじゃ。惑星ベジータはプラント星と呼ばれ、高度な科学文明を築いたツフル人たちが住んでおった。我がふるさとツフル星は科学が発達した本当に平和で豊かな星だった。だがそこにやってきたのが貴様ら野蛮な猿サイヤ人だ。覚えているか？ところがある日、サイヤ人を乗せた宇宙船が漂着し、ツフル人に救いを求めたのじゃ。ツフル人たちはサイヤ人たちにプラント星で生活することを認め、二つの種族が共に暮らし始めた。サイヤ人がツフル人に助けられた恩を忘れて重ねた悪行の数々。たとえ神が許したとしても、わしはサイヤ人を絶対に許さんぞ。何を抜かす。俺たちの先祖を奴隷代わりにこき使いやがって。貴様たちツフル人こそ許されぬ存在だったのだ。ふん、盗人にも三分の理とはよく言ったものだ。惑星ベジータという星に二つの種族が暮らしておった。お前の先祖のサイヤ人とツフル人じゃ。サイヤ人とツフル人？惑星ベジータというのはわしのこの星と同じで重力が非常に強くてな。そのため惑星ベジータの大半を占めていたツフル人は体がサイヤ人の半分ほどの人種じゃった。だが知的で比較的高度な文明を持っていた。一方サイヤ人は非常に少数の民族じゃったが、体も大きく、しかも強くて好戦的な原始種族じゃった。サイヤ人は尻尾がついているのが最大の特徴でな。いわば全員が戦士のようなものじゃった。そして戦闘民族であるサイヤ人は次第に数を増やしていき、いつしかツフル人に勝るとも劣らない優秀な頭脳を持った男が生まれた。後にベジータ王と呼ばれたその男はサイヤ人を指揮し、ツフル人たちに反旗を翻したのじゃ。その戦士たちがある時牙を向き、ツフル人を侵略し始めたんじゃ。ツフル人は自ら作り出した高度な武器で迎え撃っていたのです。絶対的に少数のはずのサイヤ人はめちゃくちゃ強く徐々にツフル人を制圧していったのじゃ。決定的だったのは惑星ベジータが8年に一度迎える満月じゃった。サイヤ人は満月を見ると怪物に変身するからだ。このことはツフル人にとって最も大きな脅威で、なおかつダメージが大きかった。貴様らの進化の速さだけが計算違いだった。サイヤ人の殺戮本能は強大になり、ツフル人を次々に虫けらのように殺していった。その悪の中心だったのは貴様の親父ベジータ王だ。サイヤ人に追い詰められた我々は残された科学力で寄生型生物を作り出したのだ。そしてその細胞にツフル王は自らの遺伝子をつぎ込み宇宙に放ったのだ。
サイヤ人との戦いで圧倒され、ついにツフル人は全滅の危機に陥った。だがそんな中、ツフル人きっての科学者だったわしが恨みの電波エネルギー増幅装置ハッチ100を完成させたのじゃ。これはサイヤ人によって無残に殺されたツフル人の恨みの電波を集め、そのエネルギーを増幅し、生命体にまで進化させて、次々とゴースト戦士を生み出し、サイヤ人を絶滅させるという究極のマシーンであった。だがわしにはサイヤ人に殺されたツフル人の恨みの電波をハッチ100に集めさせる時間が必要じゃった。しかしサイヤ人の脅威はついにわしの身辺にも迫った。わしはハッチ100をそのまま作動しながら宇宙船に積み込み、共に脱出を図ろうとした。だが発射の直前、わしは今思い出しても口惜しい。わしはサイヤ人に殺されてしまったのじゃ。わしの強烈な恨みの電波まで回収したハッチ100だけを乗せた宇宙船が惑星ベジータを飛び立ち、ついに完成だ。怨念増幅装置ハッチ100。これでサイヤ人どもをハッチ100、我らツフル人の恨みを飲み込んで。ハッチ100、サイヤ人をいつの日か。ツフル人の文明を少しずつ取り入れながら、サイヤ人はだんだんと数を増やしていき、やがて惑星ベジータの全てを制したのじゃ。それ以来プラネット星は惑星ベジータと改められ、サイヤ人の星となったのじゃ。サイヤ人も随分ひでえことしたんだな。それが戦闘民族サイヤ人の宿命だ。ツフル人だと？かつて俺の親父に滅ぼされた種族だ。惑星ベジータはもともとツフル人が暮らす星だった。だがそこに漂着したサイヤ人は連中を根絶やしにして星を自分たちのものにしたんだ。そしてサイヤ人は戦いを外宇宙に求めていったのじゃ。だがツフル人を絶滅させてしまったため、それ以上の文明の発達が遅れてしまったのじゃ。これでは戦いを求めてもさらに遠い宇宙へ乗り出すことができないと悟ったサイヤ人は、リッチで高度な文明を持つ異星人と手を結び、その異星人の別荘用の星を提供する代わりに文明や金を手に入れることにしたんじゃ。戦闘好きのサイヤ人にとって一石二鳥のことじゃった。サイヤ人どんどんエスカレートしていき、お前のように赤ん坊までいろいろな星に送り込むようになったのじゃ。赤ん坊が大きくなってからその星の住人を絶滅させてしまうというような遠大な作戦まで生み出したんじゃ。随分勝手なことを。